ひなちゃん、来年卵1パック1000円になるかもしれないの。え、1000円。さすがにそれは。でも最近また高くなってるし、あるかもって思っちゃいます。関税、飼料代、輸送コスト、値上がりの理由はいくらでもある。でも一番厄介なのは、また上がりそうってみんなが思い始めること。企業がそれを見越して値上げして、本当に上がる。その連鎖が止まらなくなるの。じゃあ、1000円になるかもって思う人が増えれば増えるほど、本当になる確率が上がるってことですか？でも先生、それって誰かが止めてくれないんですか？日銀とか FRB とか。それが中央銀行の仕事なの。みんなの不安をなくすこと。でも、実はずっとうまくいってないのよ。うまくいってない。でも2023年くらいから物価って落ち着いてきてるじゃないですか。表面上はね。でも人々の頭の中、また上がりそうという感覚は全然消えてないの。それを証明した論文があって、どんな論文ですか？今日取り上げるのは、2025年にコイビオンとゴロドニチェンコが発表した論文よ。テキサス大とバークレーの経済学者ね。タイトルは、インフレ期待と最近のインフレ急騰。何を学んだか。しかもこの論文の結論がね、次のインフレが来た時、もう止める手段がないかもしれないって書いてあるの。卵の話、笑えなくなってきたでしょ。もう手遅れ。でも先生、そもそもインフレ期待って何ですか？物価が上がるって予想するこそう。来年、物価がどれくらい上がると思いますかっていう、みんなの予想のことね。これがなぜ重要かというと、例えば、ひなちゃんがバイト先のスーパーで、来年も値段が上がるだろうなって思ってたら、どうする？と。安いうちに買いだめしちゃうかもです。そう。みんながそう思って買いだめすると、需要が増えて本当に物価が上がる。期待が現実を作ってしまうのよ。経済学では、自己実現的予言って呼ぶわ。要は、みんなが上がると思ったら本当に上がっちゃうってことですか？その通りね。だから FRB は、みんなの期待を2%にアンカーすることを最優先にしてきたの。パウエル自身も2025年4月4日にこう言ってるわ。インフレ期待をアンカーし続けるのが我々の使命だって。アンカーって、船の怒りのことですか？いい例えね。船がどんなに揺れても、怒りがあれば流されない。物価への期待も同じで、一時的にインフレが上がっても、みんなが、でも長い目で見れば2%に戻るでしょ、と思ってくれれば、実際に戻りやすくなるの。なるほど。じゃあ今の FRB のトップ、パウエルさんはちゃんとアンカーできてたんですか？それが今日の本題よ。結論から言うと、できてなかった。しかも就任する前から、ずっとね。この論文は5種類のグループの見立てを比較して、それを突きつけてくるの。5種類。5グループよ。家計、企業、専門家、金融市場、FRB 自身。全員に、物価は将来何%上がる、と聞いたの。ここでクイズ。この中で一番にに近かったのはどのグループだと思う？クイズ。専門家か金融市場じゃないですか。プロだし、データ持ってるし。答えは最後に教えるわ。まず順番に見ていきましょう。家計。スーパーで買い物してる普通の人たち。何%だと思う？3から4%くらい。最近物価高かったし。ミシガン大学の調査によると、8%よ。8%。FRB の目標って2%ですよね。6%ポイントもずれてるんですか？でもそれって、普通の人が経済に詳しくないだけでしょって思うわよね。じゃあ2つ目。企業は何%だと思う？企業ならちゃんとした数字を持ってそう。3%くらい。ソフィーの調査では 4.5%。目標の2%から 2.5% ポイントのズレ。企業ですら2倍以上。じゃあ専門家は？ 3つ目。
フィラデルフィア連銀のプロの予測者調査、何%だと思う？プロなら 2.5% くらいですか？正解。2.5%。さすがプロね。でも目標からは 0.5% ポイントずれてる。4つ目の金融市場も同じく 2.5%。プロも市場もほぼ同じ。じゃあ最初のクイズの答えは専門家か市場ですよね。不正解。5つ目。FRB 自身の予測。つまり FRB のメンバーが出す経済見通しが唯一 2% ぴったりだったの。先生、それってすごく皮肉じゃないですか？自分だけ 2% ですって言ってて、他の誰も信じてないっていう。それは面白い視点ね。まさにそこがこの論文の核心なのよ。あ、コン先生に褒められた気がする。気のせいよ。さて、もう一つ衝撃的なデータがあるの。政党別のインフレ期待。政党で違うんですか？共和党支持者のインフレ期待は 0% 前後。民主党支持者早く 10%。その差、なんと 10% ポイント。史上最大の格差よ。10%ポイント。それって同じ国に住んでるのに見えてる経済が全然違うってことですか？そうよ。ちなみに2016年の時点では 2% ポイントの差だった。バイデン政権下では 4% ポイント。そしてトランプ再選後に 10% ポイントまで拡大したの。物価の予想にまで政治が入り込んでるんですね。なんか怖いですね。さらにね、ニューヨーク連銀の SCE っていう消費者調査があるんだけど、これは安定しているって言われてたの。でもこの論文は、それすら怪しいと指摘してるわ。安定しているように見えるだけ。この調査はパネル方式。つまり同じ人に繰り返し聞くのよ。すると回答者が、また聞かれるんだって外部情報を調べ始めて、期待を約 2% ポイント下方修正してしまう。演技された安定だったの。それってテストの前に答えを教えられてるようなものじゃないですか。先生、ちょっと休憩していいですか？情報量が多すぎて頭がパンクしそうです。ちょっと面白い話をしていい？ FRB がインフレ目標は 2% ですって公式に宣言したのね。2012年のことなのよ。そんな最近なんですか？じゃあそれまでは？目標すら言わなかったの。FRB って長年、秘密主義の組織だったのよ。議事録も5年後まで非公開だった時代があるくらいで。さて、話を戻すわね。ここからが一番大事な部分。さっき、なぜ期待がずれるのかが気になったでしょう。この論文の核心概念が、サイクル・オブ・セレクティブ・イナテンション。日本語にすると、選択的無関心のサイクルね。選択的無関心のサイクル。なんだか難しそうですけど。3段階のサイクルなの。まずステップ1。物価が安定しているとき、人はインフレなんて気にしない。ニュースも見ないし、FRB が何を言ってるかも知らない。確かに、物価が安い時にわざわざインフレのニュース見ないですよね。でしょう。問題はここよ。無関心だから、期待が不安定なまま放置される。FRB が 2% ですよと言っても、聞いてない人には届かないの。ステップ2、ある日、インフレが急騰する。スーパーで卵の値段が倍になる。ガソリンが高騰する。すると初めてみんなが注目し始めるの。2021年とか2022年のことですか。あの頃は物価の話ばっかりでしたよね。そう。2022年6月には CPI が 9.1% に達した。1981年以来の最高値よ。ところが、初めてインフレに注目した人たちが目撃したのは、中央銀行の失敗だったの。失覚えてる。パウエルは最初、一時的だ。英語ではトランジトリーって繰り返してたの。でも物価は上がり続けた。そして2021年、自由1月30日、ついにパウエル自身がトランジトリーという言葉を引退させると認めたのよ。自分で引退させるって、要は間違ってましたって認めたってことですか？そう。
そしてこの論文はさらに踏み込んでいるわ。2021年のインフレ急騰は、不安定なインフレ期待だけでその多くを説明できる、と書いてあるの。供給不足とかウクライナの戦争とかじゃなくて、期待だけで。もちろんそれらも影響はあるわ。でもこの論文が言ってるのは、期待が安定していたら、同じショックでもあそこまでひどくならなかったということなの。しかもね、家計の約 80% から 85% が、FRB は一時的な価格上昇を相殺してくれないと思っているの。つまり、中央銀行が物価を安定させてくれるとは、誰も期待していないのよ。80% 以上の人が信じてない。ステップさんはどうなるんですか？ステップ3、中央銀行の失敗を目撃した人たちの中に、悪い記憶が刻まれるの。やっぱりインフレは止められないんだって。そして次にインフレが来た時、その記憶が爆発する。それって無限ループですか？そう。まさにそうよ。無関心、ショック、悪い記憶。さらに大きなショック。このサイクルを断ち切らない限り、インフレ期待は永遠にアンカーされないの。でも先生、実際にインフレは落ち着いたじゃないですか。2022年に利上げして、今はだいぶ下がってますよね。パウエルさんの功績じゃないんですか？これが覚えといてって言ったポイントね。この論文の答えは、かなり辛辣よ。パウエルのインフレ抑制の功績は、主に悪運から幸運へのエピソードだったって書いてあるの。って、大幅な利上げは意味なかったんですか？2022年3月から利上げを始めて、合計525ベーシスポイント、つまり5.25% も金利を上げた。これは確かに大きな決断よ。でもこの論文は、利上げでインフレが下がったのではなく、たまたま供給制約が解消されたタイミングと重なっただけじゃないかと指摘しているの。じゃあ、お医者さんが治してくれたと思ってたけど、実は風邪が自然に治っただけみたいな。うまい例えね。お医者さんが薬を出したけど、薬が効いたのか、自然治癒だったのかわからない。でも患者はお医者さんのおかげと思い込んでいる。先生が今、うまい例えって言いました。これは大事件ですよ。話を戻すわよ。2022年8月のジャクソンホール会議を覚えてる。パウエルがインフレと戦うと宣言したあのスピーチ。翌日、S&P5 飛躍が 3.4% 急落したの。3.4% も、それは市場が本気なんだって思ったからですか？そう。市場の専門家には伝わった。でもさっき見たでしょう。普通の家計の期待は 8% のまま。いくらジャクソンホールで力強いスピーチをしても、スーパーでかいものをしてる人の耳には届いてなかったのよ。ジャクソンホールのスピーチなんて、普通は見ないですもんね。先生は見てたんですか？リアルタイムで論文を書きながら見てたわ。先生って本当に学問にしか生きてないんですね。それは褒め言葉として受け取っておく。さて、ここからが最後の章よ。この論文の最も恐ろしい部分。まだ怖い話があるんですか？この論文は1970年代のアメリカと今を比較しているわ。1974年に第一次インフレがあったの。オイルショックね。その時高いインフレ期待が国民の中に残ってしまった。そして5年後の1979年、第二次インフレが来た。今度は第一次よりもはるかに大きかった。なぜなら、悪い記憶がすでに刻まれていたから。さっきのサイクルそのものじゃないですか。じゃあ今の2020年代も？論文はこう書いているわ。2021年から2022年のインフレは第一次サージだった。そしてまさに今、2025年のタリフ、関税ショックで、家計と企業のインフレ期待が再び上昇し始めているの。関税で物価が上がるっていう話ですよね。でも、FRB が利上げすればまた止められるんじゃないですか？それがこの論文の最も重要な結論なの。論文の29ページにこう書いてあるわ。すでに火がついている可能性が高いって。火がついてる？ 2021年のインフレを経験した国民は、もう
FRB は物価を安定させてくれないと学んでしまった。その記憶は消えないの。次のショックが来た時、インフレ期待は前回よりもっと激しく跳ね上がる。論文の最後の一文はこうよ。It is probably already too late。次のインフレを止めるには、もう手遅れかもしれない。しかもパウエルさん、今週の5月15日に退任するんですよね。この論文、まるで通信簿ですね。退任する4日前の今、この論文を読む意味は大きいわ。パウエルは市場とは対話できた。でも国民の期待を動かすことは、ついにできなかった。先生、まとめると、パウエルさんの人気って、結局どういう評価になるんですか？この論文の評価はこうね。パウエルはインフレを抑え込むことには、多分運よく成功した。でも彼の最大の使命だったインフレ期待のアンカーは、就任前からずっと達成できていなかった。家計の 8%、企業の 4.5%、政党格差の 10% ポイント、80%以上の人が FRB を信じてない。数字で見ると確かにそうですね。そしてそのまま次の議長にバトンが渡される。期待がアンカーされないまま、関税ショックという新しい火種を抱えてね。今日の話を聞いてると、インフレって結局、私たち一人一人の思い込みが作ってるんですね。中央銀行だけの問題じゃなくて。そう。まさにそれが、この論文が一番伝えたかったことよ。先生、次回はどんなテーマですか？5月15日、パウエルが退任するその日に、アレシナの財政政策の論文を取り上げるわ。緊縮財政は本当に経済を壊すのかという問いにデータで答えた研究ね。今のトランプ政権は財政赤字を削減しようとしている。インフレ期待がアンカーされないまま、今度は財政引き締めという新しい衝撃が来る。その衝撃がどんな結果をもたらすか、歴史のデータが教えてくれるのよ。パウエル退任の日にタイミングすごいですね。楽しみにしてます。次回も論文データでみんなのお金の常識を揺さぶります。それではまた。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあまたね。